はじめまして。そしてお帰りなさい。エマイン東京のホスト、エマです。私は数年前ノルウェーに行って、人生の価値観が変わる素敵な出会いをしました。今日のエピソードでは、ノルウェー旅行での出来事と、私が感じたことについて話していきたいと思います。そして、このカジュアルジャパニーズシリーズでは、私自身の人生について自然なタメ口で話すので、私の友達になったような気分で楽しんでください。それでは、エピソードに入っていきましょう。それは一人旅だったんだけど、ノルウェーのフロムっていう町に行ったの。フロムはフィヨルドの地帯にある小さい町で、私はベルゲンっていう都市からバスで4時間ぐらいかけて行ったかな。山をバスで長い時間下ってくんだけど、急にその街が現れて、本当になんか隠された街みたいな感じだった。スーパーは街に一つしかなくて、観光客のための泊まる場所とかレストランも少しだけあったかな。すごいコンパクトな街だから、回るのに一日もかからないって感じ。すごく落ち着いてて、静かで、フィヨルドと水の透明さに本当に圧倒されて、着いた瞬間に、ああ、この街好きだなって思った。夏に行ったから天気も良くて、ずっと歩いたり、ベンチに座ったりして、いろんなことを考えてた。こんな世界の端っこみたいな場所に一人で来れる人生になるなんて、数年前までは想像もしてなかったなぁとか、そういうことを考えてた。それで、川辺でキャンバスに絵を描いてるおばあちゃんがいたんだよね。おばあちゃんだから英語は話せないかもなって思ったんだけど、その光景がすごく素敵で、綺麗ですねって声をかけたの。そしたら、ありがとう、どこから来たのって答えてくれて、そのおばあちゃんと話し始めたの。そのおばあちゃんは、その町で生まれ育って、他の場所に住んだことがないって話してくれて、それが私が生まれ育った環境とか人生と違いすぎて、なんか映画とか本の中の話みたいに思えたんだよね。私は少し歩いたらショッピングモールも映画館もあるような場所に住んで、一人で遠い国の遠い町まで来てたから、その場所に何十年も住み続けてる人の人生を想像できなかった。でも、そのすごく綺麗な街で時間に追われずに一人で絵を描く生活は本当に素敵だなって思った。それって人生を勝ち負けとか成功で考えたりせずに、本当に自分の人生を生きてる人にしかできないことだと思うから。私はその時20代前半で、周りの人と自分を比べたり、自分の人生はこれで正しいのかなとか、そういうことばっかり考えてた。いい大学に行って、いい会社に入って、結婚して、いい家に住むことが成功だって頭の中にあったんだと思う。特に日本は真面目に生きてる人が多くて、人生のレールから外れたことに焦りとか不安を感じてた。でも、そのおばあちゃんと話して、人生の正解、不正解とか、勝ち負けとか考えなくていいんだなって思えたの。それを考える人がいてもいいし、ただ自分の生まれた場所を絵に描く人がいてもいいんだなって。私の人生に対する価値観がそこで大きく変わって、
選択肢が広がったんだよね。自分が好きだと思うことをしたり、行きたい場所に行くだけでも、私は私の人生を好きになれるなって思った。そのおばあちゃんは私にアドバイスしたわけじゃないし、私たちが話した時間は数分だったけど、そのおばあちゃんと出会って、人生を重く考えすぎなくてもいいんだって気づけたんだよね。その気づきは今も私を支えてくれてるし、これからも忘れないだろうなって思う。もしその街に行ってなかったら、そのおばあちゃんとも出会えなかったし、あんなに美しい場所があるなんて知らなかったから、本当に行ってよかったって思ってる。今もそこでの時間を思い出すと、自分の人生を好きになれる気がするんだよね。はい、今回は私がノルウェーで出会ったおばあちゃんについてお話ししました。皆さんには人生の価値観が変わった出来事がありますか？よかったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。